デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。いろんな時間帯で見たり聞いたりしていただいている方ありがとうございます。前回の動画で募集した求人なんですけど、ある程度もう人が集まりましたので、一旦ここで閉じさせていただきます。このタイミングを持って、一旦停止というか、はい、また求人必要な時にはまた動画にして出しますので、ぜひ、ベルマークかなんかつけといていただければ。僕も不定期に配信になってはいるんですけど、なるべく出したいなとは思ってるんで、今後は少しねスケジュールも緩くなるので、毎週いければ毎週アップしていきたいなと思っておりますので、狼と香辛料がもうだいたい作業目処がつき始めてですね、あとは次のタイトルの間の準備期間みたいな感じになるんですよね。なので前ほど忙しくない。オンエアしてると本当に火の車だったりするんですよね。ストックがどんどんなくなってくんで、狼と香辛料の場合一番忙しかった時期は毎週アップの時があったっていう感じ。あんま言わない方がいいのかな。今言っちゃいましたけどね。毎週アップって本当にねきついんですよね。きついって体力的にというよりかは、その思ったようにできなくなるっていうコントロールが効かなくなるところが増えるので、そこは美術監督にとってやっぱりストレスになったりします。でそこをどうしてもカバーしたいってなって、時間をすごくプライベートの時間も割いて寝る時間も割いてってやると、なんとかなったりするんですけど、それが何クールも続いたりするともう人間ぶっ壊れちゃいますんで、そこを見てきた僕としてはやっぱり長くやりたいじゃないですか、仕事なので。毎週アップがずっと続いてるとちょっとね、次もうやりたくないっていう美術監督が出てくるのも納得できるというか、今回がそうだったっていうわけではないんで、アニメ業界全体的に少し労働条件は緩和されています、かなり。はい。で僕が入った2004年から徐々に深夜アニメとかタイトルがバーって伸びてって、2000年2010年ぐらいとか本当にから5、6年7年8年ぐらいか、ずーっとねすごかったっすねなのでその時に業界に今いる人たち、残ってる人たちは比較的自分のことを言うあれでもないですけど、猛者が多いんじゃないかなと思いますけど、それかもう疲弊しすぎているかどちらかですね。僕は自分で言うのもなんですけど、うまくやれたんじゃないかなっていう気はしています。そうですね。2018年個人的にはアウトでしたね。いっぱいいっぱいでしたね。そこで業界も徐々に変わりだして、いろんなタイトルで破綻してったんでしょうね、多分ね。なので、いろんなところで働き方改革が起こりました。すごくいいことだと思います。ちょっと絵の話してなかったんでしますね。自然物描くときにやっぱりこういう人工物と自然物の間、これで言うと生え際、地面から生えてる草の生え際なんですけど、やっぱりここのジョイントがうまくいかないとやっぱり絵自体はうまく見えません。急に生え出すっていう変な急だなみたいなのがやっぱり絵としては違和感になっちゃうんで、あと見てる人の違和感にもつながっちゃうんで、生え際めちゃくちゃ大事なんですよ。いろんなところでその物と物がぶつかるとか、その外と中の際の処理とか、もう至るところで際の処理が発生するんですけど、この自然物でいうとここの人工物とのぶつかるところの際の処理、これが上手い人と下手な人で大きく差が出るかなと思います。やっぱ茶系を混ぜたりだったりね、実際にいろいろ見てるとわかると思うんですけど、際のところって土が見えたりするんですよね。土っていうと大げさなんですけど、こういうところで吹き溜まりですかね、葉っぱが枯れて、でこういうところに積もって、それが土になって、でそこに種が落ちて草が生える、で根が張って、でそこでまた増殖していくっていう草が生える連鎖がここで生まれてるんですけど、地方自治体で結構整備が行き届いてないところってこういう風にボーボー生えてたりするんですけど、僕が住んでる新宿とかはこういうガードレールのところにボーボー生えてることってないんですよ。まず田舎の方行くとこういうのが見受けられると、地方都市行くとありますね、こういうのは。なので場所に応じてなんですけど、こういうところがアニメ背景で描けると、この自然に見せれる茶系を混ぜて、
で中にも茶を入れていくってグラデーションである程度入れとくと後で当たりにしやすい。でタッチでいきなり入れると結構強いんですよね。緑の中に茶色がボンって入るんで、じゃなくて下塗りの段階で少し入れとくっていうのがめちゃくちゃ大事です。でジブリの人とかもめちゃくちゃ茶色、赤系とか白も入ってたりとか、たまにねすごい色入ってるんで、いろいろ見て勉強してみてください。白は多分枯れた枝とかなのかな。あと色飛んじゃった葉っぱもう発火してるみたいなのなんか解釈なのかなっていう気はしますけどね。それこそそんなに入れても変じゃないんですよ。場所によるんですけど、緑は緑の色だ全部固めるぞってなるとやっぱりちょっとね乏しいものになっちゃったりするっすよね。見ててあんまりワクワクしないです。そうなのでいろいろ見て、ジブリの人がやってるやつとか他の手書きの昔の人がやってる処理だったりを分解して入れる時に入れるとすごく自分も満足するし、絵もやっぱり豊かになるので、デジタルだけの作業でやってる絵とはやっぱり少し雰囲気が変わると思うんで、そこら辺をしっかり色選びして入れてるっていうのが見る人は見てるし分かる人には分かる。で感じてる人は必ずいる。別にね何でもいいですよっていう人に別に向けて書いてるわけではないんですけど、でもそれであってもやっぱりある程度の文脈みたいなのは受け取ってると思うんですけどね、鈍感な人でも。なのでこういう処理って無駄ではないので、雰囲気を作っていく作品を作品に少し彩りを持たせるっていう意味ではすごくいいと思います。いろんな色を使うっていうので、よく勘違いされる方いるんですけど、好きな絵を描けるわけではないんですよね。仕事でオーダーに合わせた色の色相だったりそういうサイドもやっぱりある程度がっちりした縛りはないんですけど、この色合いぐらい、サイドはこのぐらいですみたいなのはやっぱり監督の方からオーダーがあったりするんですよ。でこういう感じの作品にしたいっていうのがあって、その中で自分の美術としてどのぐらいのものを出せるかっていうのはこっちのさじ加減になるんですけど、僕も狼と香辛料の時に初めやっぱねサイドが高くて何回もリテイクでサイド低めでって原作があったので、原作というか前に作られたタイトル作品があったんで、それに合わせてやっぱりある程度その方向性からずれないでくれみたいなことは言われてて、やっぱり自分の好きなサイドがあったんですけど、徐々に作品に馴染んでいく。初めの頃は結構リテイクいっぱいあったんですけど、徐々に慣れてきて、で今もちょっとねその傾向が残ってて、サイドが上がらないまま、この植物もそうなんですけどちょっとサイド低いですよね。これもそのうちまた自分の特色が出てきてまた鮮やかになってはしまうとは思うんですけど、だから自分にないものを引き出してくれるっていう意味ではすごくいろんな作品、いろんなタイトルに出会うっていうのは非常に豊かな経験だなと個人的には思ってます。今回丸町商店は2人しか募集できなかったんですけど、他にいろいろ会社さんありますんで、いろいろなところを見て募集要項を見て自分で応募していただければと思います。やり方は全然違うし、枝葉のところではやっぱ細部は違うんですけど、根本に流れてるものはおそらく一緒だと思うので、早めに現場に入っていろいろ経験するっていうのは非常に時間効率がいいというか、成長にはすごく有益だと思いますんで、ここしか入れないとかっていうのだともったいないなとは思いますんで、自分の人生なんでどこの現場にいてもやっぱりやれることって必ずあるので、僕もチューリップに拾ってもらってそこでなんだかんだ自分のやりたい方向が決めれたので、初めは全くどういうものかわからない状態で入ったんですけど、現場に入ってなるほどアニメ業界ってこういうとこなんだなっていうのを肌で感じることができたので、それは早めに経験した方がいいかなと。ずっともやもやしているよりもよっぽどそっちの方が有益だと思いますんで、ちょっと絵の話に戻ると、花とかね、余裕があれば描ける人は描いた方がやっぱ絵はリッチになりますんで、そんなに難しくない。バラとかユリとか花びらがでっかいやつは多少確かに描くのに時間かかったり難しかったりするんですけど、こういうタンポポとか雑草の範囲内の花だったら結構そんなに手を入れなくても彩りが豊かになるというか、絵の中で黄色とか白がねパッと入るだけで
はいいなって思うんですよ。だから下の方にちょっと菜の花っぽいのを入れたりタンポポっぽいのを入れたりするのは非常に有効だと思います。テレビシリーズでもね、余裕あればやったりできたらやるようにしてるんですけど、ただ確かに1個手数は増えるんで、ちょっとね余裕がある時にしかできないんですけど、そう余裕を作るってむちゃくちゃ意識してないとできないことなんですよ。なので余裕がないって言ってる人は余裕な時に何もしてないことが多いかなと思います。で実際僕も今マルチョ商店の現状も今確かに余裕はあるんですけど、その時に人材を入れてその時のために備えておく。そうすると少し余裕が、実際のその現場の一番忙しい時に余裕が生まれたりするんですよね。いつも忙しそうな人はそこからちょっと見直してみるのはすごくいいと思います。暇な時に何するかがめちゃくちゃ大事なんですよ。で僕タイトル終わった時とかにいろいろその左手デバイス導入した時もそうなんですけど、忙しい時って導入できないんですよね。それどころじゃないので、だからそういうタイミングで自分の今までやってきたところを見直して変化させていくっていうのが、マイナーチェンジさせていく、ブラシを見直したりね、作業場の見直しとかね、そこら辺に手入れるのはタイトル終わった時のちょっとしたタイミングがすごく有効かなと思います。思い立てほやほやなんですよ、その時って問題がいっぱいあって、本当はこうしたかったなしたかったなっていうのがある状態がやっぱ一番行動するのには向いていて、直感も優れてると思うし、非常にそのタイミングで何かしらするっていうのはめちゃくちゃ有効だと思います。実際に忙しい時にねごちゃごちゃ言われるとうわーってなるじゃないですか。なので言う方も言う方でそのタイミングを見て言ってあげた方がいいのではないかなと。その忙しい時にああだこうだ言ってもね、もう怒りしか買わないので、そこはお互いに見定めてタイミングを見てやるのがおすすめですね。そこまで気使わなきゃいけないのかと思うかもしれませんけど、気が回る方が気を使う、使える状態なので、それをした方がお互いにとって良ければやってあげた方がいいのではないかな。気づかない人は気づかないと思いますんで、本人は一生懸命その状態ではやっているから気づきようがないっていう感じですよね。もうこれで最後なんですけど、今回の絵の反省点としては、抜くとこを抜くが課題だったんですけど、あまりうまくできてないと、ちょっとこんな感じになりました。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。